メタルギアプロダクションホットライン。さあこの番組はメタルギアシリーズの制作情報や視聴者の皆様からいただいた質問にお答えしたり、ファンの皆様とのホットラインになるべく制作者自らお届けしていく番組です。2025年今年最初の配信となります。今回から MC を担当させていただきます森遥と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、まずはいつものように皆さんからご挨拶をいただきたいと思います。では最初は大石さんお願いします。はい、メタルギアシリーズのですねプロモーション担当をしております大石二郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では続いてコレカドさん。はい、クリエイティブプロデューサーのコレカドです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして岡村さんです。はい、制作プロデューサーを担当しております岡村です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてですね、今回から、はい2代目の MC としてお願いすることになります。緊張してます。そうですね、はい、ありがとうございます。自己紹介お願いしていいですか。ありがとうございます。森遥と申します。私もゲームが大好きでして、TPS アクション RPG それから、ノベルゲーム歴史シミュレーションゲームホラーゲーム、いろんなジャンルのゲームたしなませていただいております。はい。でメタルギアで言いますとピースウォーカーだったりファントムペインだったり遊ばせていただいてるんですけども、やっぱり特に3が大好きでして、なのでやっぱりデルタ待ちに待ってる一人でございますので、はい、皆さんと一緒に情報をお届けしていきたいなと思っております。ということでですね、今回結構時間が空いてしまっております。はい、前回の配信が2024年9月の東京ゲームショウだったんですが、もう2025年に入ってしまった感じではあるんですけど岡村さん、やっぱり番組を待ってた方も多いのではないですか。この時期なので分かっていただけると思うんですけど、むちゃくちゃチーム忙しかったんですよ。そうですよね。はい、なので寝てますか、大丈夫ですか。さあはい、僕はゆっくり寝てるんですけど、ね、制作チームはもう本当にね一生懸命やっていましたので、お休みいただいてたということなんですけど、今もまだ実は忙しいのはねまだちょっと変わってない部分あるんですけれども、ただ、発売日が遅れることはもうないかなというところまで、来ていますということは今お伝えしているかなと思ってます。なるほど、一つ安心していいというところですね。発売日が8月28日と発表されていますので、でもあっという間かもしれないですよね。はい、皆様メタルギアソリッド、デルタ、スネークイーター全国の家電量販店、ゲームショップ、オンラインショップなどで予約受付中です。ぜひ予約してください。ということでですね、番組がなかった間たくさんの新情報が輩出されております。今回は今年の上半期に発表した情報の振り返りや予約特典などの情報もお届けしていきますので、皆さんぜひ最後までご視聴ください。では早速今年の上半期を振り返っていきたいと思うんですけども、まずは元日から動きがありました。大石さん、2025年の元日から書き初めの映像が公開されましたね。今年の年始早々なんですけど、何事かと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はですね蛇年というところでスネークイヤーということなので、まさにスネークの年にしたいなという思いを込めまして、阿佐ヶ谷神明宮さんで、書き初めを行ってですね、元日の、メタルギア公式 X コナミ公式 YouTube で、映像を公開させていただきました。いやー、すごい迫力ですね。ちょっと和太鼓の音も相まって、とってもかっこいいですけども。ありがとうございます。撮影自体はですね去年の12月に行ったんですけど、なるほど。結構七五三でいろいろお忙しい中、阿佐ヶ谷神明宮さんにいろいろとお世話になって撮影させていただきました。関係者の皆様本当にご協力ありがとうございました。国内外で活躍されているですね、著名な書家の美穂さんとですね、和太鼓奏者の広住さんがですね、非常にダイナミックで素晴らしいパフォーマンスで蛇という字を書いていただきました。2025年のですね見年スネークイヤーをお祝いすることができたんじゃないかと思ってます。はい、ということで、とっても素晴らしい作品になりましたね。そして2月です。2月はプレイステーションがお届けする動画配信番組ステートオブプレイで新しいトレーラーリリースデートトレーラーが公開となりました。ついに発売日がこの時発表されまして、同時に予約が開始されました。
全世界で2025年8月28日発売となりますと、国地域プラットフォームでの少し違いがあるので発売日時が少し異なっておりますので、ぜひこちらのですねスライドを参考にしてお買い求めいただければと思っております。世界でこんなにたくさんの方にはい、遊んでいただくのがもう遊んでほしいみんなにすぐですね。はい、そしてこれ門さん、はい、映像にはあの猿が出てきましたね。はい、オリジナル版で、はいサルゲッチュとコラボさせていただいた、サルフェ合戦のデルタバージョンです。Xbox の方はですね、そのタイミングではシルエットのみで、コラボキャラの紹介をさせていただきました。シルエットだけでしたが、やっぱり何のキャラクターかは皆さんもうすぐに分かってらっしゃいましたね。全然隠せてなかったですね。はい、こちらもワクワクですね。さあ続きまして5月に公開されたのが英語音声版のスネーク役、デイビッド・ヘイターさんが MC を務めるメタルギアの情報番組レガシーシリーズのパート4ということで、大石さんそこでも大きな新情報がありました。レガシー4はですね、カナダのですね料理の鉄人であるですねスサー・リーさんがですねコブラ部隊にちなんだ特別メニューを料理準備していただいて、はい、スネーク役のですねデイビッド・ヘイターさん、ザ・ボス役のローリー・アランさん、タイトルデザイナーのカイル・クーパーさん、はい、そしてですね歌手のシンシア・ハレルさん、あとコスプレイヤーのマウルさんとルビー・タキさんと皆さんで食事を囲みながらトークをしてもらう会を、実施しました。すごい和やかな優雅な感じでしたね。そうですね。そこで初公開させていただいたのがカイル・クーパーさんに新たに作っていただいたメタルギアソリッドデルタスネークイーターの新オープニング映像となっております。映像こんなに名シーン見せていいんですかっていうぐらい本当に楽曲を彩るような映像と、いや素晴らしかったんですけども、やっぱりオープニングで流れているこの歌ですね、スネークイーターもオリジナルとちょっと雰囲気違いましたね。そうですね。再びですねシンシア・ハレルさんに来ていただいて、はい、今回20年ぶりですねニューアレンジバージョンで歌っていただきました。いやアレンジバージョンもかっこよかったですね。岡村さんいかがでしたか？今のシンシア・ハレルさんという感じをすごく感じる、すごく感動的な歌でしたね。迫力が増してましたね。そうですね。シンシアさんお会いするたびに嬉しいっていう感じでね、なんか感情を出していただけるんですよ。お会いすると。メタルギアチームと会えてそうですね。ですし20年ぶりまた歌わせていただいて本当にありがとうっていうふうに言っていただくのはものすごくね、そこも感動します。シンシアさんご自身も愛してくださってるんですね。そうですね。はい。シンシアさんかなりゲームやられる方なんで、結構3プレイされて結構楽しんでらっしゃるっていうおっしゃってます。じゃあ今回もデルタ遊んでいただきたいですね。はい、ちなみに今回のニューアレンジ版のスネークイーターなんですけど、プレイ中に流れるスネークイーターはどっちバージョンになるんですか？デルタには昔のスタイルで遊べるレガシースタイルと、新しい操作感で遊べるニュースタイルの2つのものが選べるんですね。で新しい方で遊んでいただいてるとそこで流れるのは新しいカイルさんのオープニング、新しいシンシアさんの歌唱になります。でレガシースタイルの方で遊んでいる時に流れるのが昔のカイルさんの映像、昔のシンシアさんの歌唱が流れることになります。なるほど。オープニングと一緒ですよね。はい。わかりました。でもどちらで遊んでも違いが楽しめるのはい、いいですね。どちらも楽しめるようにはなってますので、はい、ちょっと気になってしまってありがとうございます。そして6月ですが、プレイステーションがお届けする動画配信番組ステートオブプレイでさらに新しいトレーラーが公開されまして、でその直後にはコナミ公式番組のコナミプレススタートで追加の新情報がたくさん本当に出てきました。これ門さん、ステートオブプレイとコナミプレススタートのトレーラーではゲームプレイを中心に紹介しました。ボス戦、イベント戦のデルタでのゲームプレイ映像やサルヘビ合戦に加えてボンバーマンが出てくるボムヘビ合戦のプレイシーンも見せてきましたし、オリジナルにあったシークレットシアターをデルタでは少し形を変えて実装したことを紹介しました。はい、またねハイテンションなスネークが見られましたけども、シークレットシアターの映像がなぜオリジナルの映像なのかという声もあるみたいですけども、そもそもオリジナルの映像を作った張本人がですね、今回デルタではカットシーンのディレクターやってるんですけども、彼がですねオリジナルのネタはオリジナルの映像の方がいい、
デルタの映像を使うなら数ちょっと少なくなりますけども、新しいデータでやりたいと本人が申しましてですね、じゃあそうしようということになって、昔のものは昔で使わせつつデルタの映像を使った新しい数本を用意することになりました。わあ、なるほど。ということで、デルタ版のシークレットシアターもめちゃめちゃ楽しみにしております。そしてデルタのマルチプレイモードであるフォックスハントの初お披露目をさせていただきました。フォックスハントは驚いてた方も多いのではないでしょうかね。期待していただく声と同時にですね、中身についての意見がかなりいただいております。一部のファンからはですね、MGO ではないのですかという声がありましたけども、メタルギアソリッドデルタのデルタにはですね、本質はそのままに進化するという意味を込めています。本編はですね、この思いを大事にして制作してきました。ただですね、マルチプレイモードに関しては、昔にとらわれず新しい発想でデルタ本編を遊んでくれたユーザーが楽しめるものにしてほしいということで、ディレクターの佐原君にお願いしました。結果としてですね、これまでの MGO とは違う新しいマルチプレイモードに出来上がりました。ですので MGO デルタではなく、今のゲームに合うフォックスハントという名前を付けました。なるほど、マルチプレイモードは全く新しいものになるということでよろしいんですかね。はい、その通りです。フォックスハントはですね、チームが今全力で開発中です。大変申し訳ありませんが、時期などの詳細は追ってお知らせしますので、続報をお待ちください。はい、続報を楽しみにお待ちしております。そして最後は、そしてやっぱり最後はアンドマーで終わりましたが、今後の新情報もぜひお待ちくださいませ。はい、ありがとうございました。以上、2025年上半期の振り返りでした。さて、ここからはメタルギアソリッドデルタスネークイーターの日本の商品ラインナップと予約特典についてご紹介していただきましょう。大石さん、お願いします。ラインナップはですね、このようになっております。はい。スタンダードエディションはですね、うんうん、パッケージ版とダウンロード版がありまして、早期購入予約購入した場合、特典としてユニフォームホワイトタキシードがついてきます。かっこいいですよね。はい、結構いろんなスパイ映画風な感じの、印象になると思いますので、ぜひ試していただければと思います。そしてですね、デジタルデラックスエディションはダウンロード版だけの商品となりまして、ゲーム本編に加えてスニーキング DLC パックというですね、限定ユニフォーム装備品がセットになったお得なパックとなっております。今回ですね、スニーキング DLC パックはユニフォームとしてですね、ワニスーツとかですねワニキャップからまたワニスーツ、全身がワニになるというですね、ワニスーツとか、さらに潜入しやすい。はい、あとゴールドっていう全身ゴールドになれる。いや、目立ちますね。皮膚呼吸取れそうなやつがあったりとか、あとサングラスなどもあって、潜入任務をより一層楽しめるアイテムとなっております。さらにですね、デジタルデラックスエディション限定の予約特典といたしまして、48時間の先行アクセス券が今回ついてきます。48時間は結構大きいですね。はい、早くやりたい方はぜひ。そうですね。いち早く遊びたい方はぜひですね、予約していただけると、遊べるということになっておりますので。あとやっぱ気になるのがこのガコのお面とケロタンのお面がとても可愛くて気になってます。そうですね。ちょっと異様に潜入してる姿、いろんな感じがしますけど、隠れるつもり全くなさそうですね。ちょっとガコ柄のスーツと合わせたいです。そして今日はコナミスタイル限定商品のコレクターズアイテムがセットになったプレミアムパックと予約特典をスタジオにお持ちいただきました。一式持ってきました。パックですね。はい。すごい。いろいろとありますアイテムが。この辺りがいろいろ店舗特典のやつですね。はい。そしてナイフとフォークがあったりとか。はい。マグカップがあったりとか。真ん中スケボーですね。スケボーがあったりとか。いろんなものありますね。はい。では大石さん、プレミアムパックからご説明お願いします。まずこちらがですね、スネークエリートバストとなってます。ザ・ボストですね。スネークの戦いをオマージュしており、大アマナやですね、白い蛇がモチーフとして使われております。こちらはですね、フィギュア製作会社として世界でですね定評のあるフィギュラマコレクターズ社製となっております。いや、すごいクオリティですね。続いてこちらがですね、オリジナルバイナルサウンドトラックとなっておりまして、こちらがシンシア・ハレルさんのですね、デルタ版のアレンジ、スネークイーターや和田アキ子さんによるスネークイータージャパニーズバージョンなど全13曲が収録されたアナログレコードとなっております。あれ、和田アキ子さんも歌われてたんですか？はい、前作歌っていただいたものの、またです再収録となっておりますので、はい、なるほど。ぜひ今聴いても聞き飽きないこのいい日本語バージョン、はい、なっております。アナログレコードのですね再生環境をお持ちでない方のためにですね、別途 MP3 データが入手できるですねダウンロード特典コードもついております。はい、安心です。はい。
他にもですねエクスクルーシブスチールブックケースですとかフォックス舞台ショーをイメージしたフォックスパッチも入っております。かっこいいですね。はい、あとコナミスタイルの PS5 版早期購入特典として特製クリアファイル、Steam 版購入特典として PC スマホ壁紙セット、ゲームソフト付きプレミアムパック購入特典として特製クリアファイルと PC スマホ壁紙セットの両方がついてきます。詳しくはコナミスタイルのウェブサイトをご確認ください。いやーもう本当に豪華で欲しくなっちゃうんですけど、こちらって現在も販売中なんですか？実はですねおかげさまで予定販売本数は完売しちゃったんですけど、はい、ご好評につき数量限定で追加販売が決定いたしました。ありがとうございます。コナミスタイルでですね明日10時から販売予定となっておりますので、数に限りがあるので、なくなり次第終了となるんですけど、ご了承いただければと思っております。はい、ありがとうございます。皆さんお早めにチェックしてください。さあ続いてはここから各店舗での限定セットや予約特典をご紹介お願いします。はい、まずはアニメイトさんです。アニメイト限定セットではですねファン待望のアイテムをすべて詰め込んだ原作再現の段ボールでお届けしたいと思っております。すごいです。段ボールからもう気合がすごいです。ここだけで入手可能なですねフォークとナイフのセットも、ご注目いただけたらと思います。早期購入特典としてレコード風コースターもついてきます。はい。続いて Amazon さんです。限定特典としてオリジナルデザイン木製ポストカードがついてきます。可愛いですね。ガーコをあしらったここでしか手に入らない特典をぜひコレクションの一つに加えてください。続いてアミアミさんです。アミアミパックはですね早期購入特典のパスケースのほか、スネークの迫力あるデザインのスケートボードデッキがセットになっております。こちらもレア感ありますね。飾ってよし乗ってよしのゴージャスな一品となっております。はい。続いては au ペイマーケットダイレクトストアさんです。限定特典としてマグネットステッカーがついてきます。貼ってよし置いてもよし、隠してもよしスネークらしさを生かしていろいろな場所で楽しんでいただければと思います。いいですね。はい、続いてはエビ天さんです。ファミ通デラックスパックは時間が経つほど風味が出るメタルサインやガーコがデザインされた野外でも使いやすいスタッキングマグをご用意しています。はい、さらにオプションでネイキッドスネークの 3D クリスタルもチョイス可能でなっております。お次はお宝走行グループさんです。ネイキッドスネーク、ケロタン、ガーコをデザインした缶バッジ3種セットとなっております。クールで可愛らしいデザインでさまざまな場所に付けられます。続いてはゲオさんです。限定特典として A4 クリアファイルがもらえます。スネークのビジュアルをあしらったこちらのクリアファイルで大切な書類を保管してください。続いてはパオさんです。特典はですねゲームソフト収納組み立て式メタルギアソリッドデルタ段ボールです。歴代のメタルギアシリーズをコレクションしてみてはいかがでしょうか。はい。続いてはブックオフさんです。特典はアクリルボードです。サイズは 130mm、85mm でスネークの鋭い眼光が際立つとても重厚感のある一品です。お次はメロンブックスさんです。特典はですねガーコのアクリルフィギュアとなっております。可愛いですね。はい、可愛いガーコをですねデスクに置いて癒されてみてはいかがでしょうかね。続いて楽天ブックスさんです。特典は2連アクリルチャームです。フォックス舞台ショーとメタルギアソリッドデルタのロゴがあしらわれたチャームとなっております。バッグや鍵につけてぜひ持ち歩いてください。最後はワンダーグーさんとなります。ワンダーグー限定セットはステンレスタンブラー、メタルキーホルダー、A4 クリアファイル、オセロット、エヴァ、ザ・ボスのアクリルフィギュアがついてきます。さらに通常版含めて早期購入特典としてスネークのアクリルフィギュアもついてきます。いや改めてすごい量の特典の数ですし、はい、どれも良すぎて迷っちゃいますね。迷いますよね。ちなみに皆さん何か気になる特典ありますか？私が気になるのはこのスネークのですねエリートバストプレミアムパックですね。はい、これはこれかなり作り成功で、はい、結構作るのにすごく時間を要した作品になってますので。すごいクオリティでちょっとはい、ヘビーいいですか触っても。すみません失礼します。鱗がすごいですねこれね。ちゃんと鱗の手触りです。はい、スネークとザ・ボスのね戦いをオマージュしたこのヘビとスネークのこの共存、このずっとめでてられますので。岡村さんは、はい、
気になるそうですものはございねますか？ちょっとねいろいろあるんですけど、ぜひご紹介したいのがこれはねプレミアムパックの特典なんですけど、はいはい。レコードですね。レコード。これ素敵なのがですね、すごいねクリスタルな感じのこういったものになってます。これ透けてますね。透けてるクリアな方が音がいいっていうんですよ。そうなんですか？黒い。本当ですねそれ。はい、ちょっと後で調べてますけど、黒いっていう説もあるという。説があります。説もあるということです。私が工場で聞いた限り、そうです。はい、音がいいらしい。すごくね綺麗ですよね。はい。美しいですね。こうやって飾っといていただくのも良いかなとちょっと思いますので、ぜひちょっと片付けるにね。じゃあその間にクレカドさん気になるのは、はい。私はこれですね、一番大きいやつ。あ、大きいやつ。これはちょっとやっぱぜひ皆さん見たいですよね。そう、これスケボーなんですよね。タイヤはついてないんですけど、スケボーになってて、で当然私乗れないんですけどね。スケボーはね誰も乗れないんですか？はい、でも飾るだけでもかっこいいなと。確かに。はい、これが一番。これを機に始めてみようかな。多分怪我するんですけど、いつから始めても遅くないですから。遅くないうん頑張ります。まだいける。ちょっと私も気になったもの、よろしいですか？こちらのアクリルスタンドなんですけど、みんなこのいろいろキャラクターがたくさんいる中でザ・ペイン大きくないですか？やっぱりプラスチックの量。そうね。はい量が8のね。あっちの量が多いです。大きいですね。大きいですよね。ちょっとこうスタンドがですね、この立てる台座が2種類楽しめるんですよね。多分こっちですと見えますか？作品タイトル、こうやるとこの作品タイトルで、反対側に刺すとこのびっくりマーク。びっくりマークも楽しめるみたいです。細かい。すごい、これいいなと思いました。可愛いです。メタルギアソリッドデルタの公式サイトにも各特典の詳細が載っていますので、ぜひ皆さんチェックしてお気に入りの特典をゲットしてください。以上、商品ラインナップと予約特典紹介でした。では続いてのコーナーです。 X 連動企画メタルギアの日常こちらはですね、日常生活の中で見つけたちょっとしたこれメタルギアっぽいという瞬間をハッシュタグをつけて皆様に投稿していただきました。本当にたくさんの投稿ありがとうございました。ではここからはですね、岡村さんとコレカドさん、大石さんによる厳正な審査の結果、優秀作品を選出していただきましたので、本日この番組で発表させていただきます。改めて大石さん、皆さんの投稿いかがでした？皆さんの本当にですね、いろんな角度からのメタルギアな日常を見つけてくださってて、本当にすごく見ていて楽しかったです。投稿いただいた皆様、本当にありがとうございました。では出演者の方それぞれに選んでいただいた作品を発表していただきましょう。まずは大石さん、お願いいたします。はい、まずはこちらの最初の作品になっております。悪者さんの投稿ですかね。はい、研究施設のステージにありそうな場所というですね、この写真とともに投稿されておりまして、見た瞬間一瞬ゲーム画面かなとは思ったんですけどそうですよね。なんか下に降りたらザ・フューリー戦とか始まりそうな感じしますよね。メタルギアソリッド3らしい色味でうまく撮られているので、はい、なんかすごくびっくりした作品でした。お二方いかがですか？ありますね、こういう場所。あります。なんかあれ見たことあるぞ。どこのシーンかなと思って一瞬考えて研ました。究、そうですね。では続きましてコレカドさん、お願いいたします。はい、赤白さんの投稿です。新宿御苑は季節になると大天菜が咲いてメタルギアな光景を楽しめます。かっこフィギュアは歩いて入れる場所に咲いていた大天菜と撮影しました。閉じかっこというコメントをいただきました。はい。ですね、ゲームを象徴する花の大天菜が都内で綺麗に咲いている場所を教えていただけたということで、選ばせていただきました。場所は新宿御苑で、時期が4月5月が一番いいみたいですね。ちょっともう過ぎてるかもしれませんけど、はい、また来年にでも皆さん見てくれたらなと思います。こんな素敵な場所があるんですね。そうなんですよ。後ろのね、木とかが結構ステージに似ててですね、はい、はい、なかなか撮影のしがいがある場所じゃないかなと思います。なるほど。ぜひファンの皆さん訪れてみてください。では岡村さんの選んでいただいた作品発表お願いします。はい、青色さんの投稿です。
会社の喫煙所にセルフだけどあのマークを再現できるスポットがあるという。このセルフってこれ手入れてるのかな。そうかもしれないですね。手の影ですね。そうねこのびっくりマークの。いろんなところで日常のね、びっくりマーク探していただくのもメタルギアの楽しみじゃないかなと。では最後に私からテキスト賞を発表させていただきます。ライデンさんの投稿です。イヤホンで通話するときに人差し指と中指の2本指でイヤホンを押し当てる。これね。これちょっとなんかわかりますよね。これね。そうそう。自分でもこうやった時なんとなくメタルこちらすねって言っちゃいました。ということでなんかこれはこう身に覚えがある方多そうですね。素晴らしい日常に潜んだメタルギア要素でした。その他ですね、こちらの方々も受賞となっておりますので、ご投稿ありがとうございました。おめでとうございます。ということで発表は以上となります。皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。それから本当に改めてたくさんの投稿ありがとうございました。事前に告知させていただきました通り、本日発表された作品を投稿した皆様にはメタルギアオリジナル T シャツをランダムで1枚プレゼントさせていただきます。商品の発送に関してはこの後ですね、メタルギア公式 X から DM ダイレクトメッセージをお送りさせていただきますので、皆様お待ちください。さあ今回も番組をご覧いただきまして本当にありがとうございました。あっという間にエンディングの時間となりましたので、最後に皆さんから一言メッセージをいただきたいと思います。では大石さんからお願いします。はい、いよいよですね発売日が近づいてきておりますが、発売近辺にですねプロモーションといたしましては何か面白いイベント等を考えてはいきたいと思っておりますので、楽しみに続報をお待ちいただければと思っております。はい、ありがとうございました。では続いてコデカドさんお願いします。はい、発売まで、残り2ヶ月となりました。制作残り最後まで頑張りますので楽しみにお待ちください。では岡村さんお願いします。はい、長かったっすね。なんかね思い返すともうすぐ皆さんのね手元にお届けできることが本当にできたということはもう本当に感無量で、コナミに入ってからなかなかゲームたくさん作ってきたんですけど、なかなかに思い入れの深い作品になったなということで、新しいお客様にですねメタルギアを触れていただける一つのタイミングになるんじゃないかなということで、本当に胸が熱くなってる感じがあります。ありがとうございます。もうすぐですので、しばらくお待ちください。はい。でもこの後も皆さん絶賛制作に戻るってことですよね。そうですね。頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今後もこの番組ではメタルギアシリーズに関する情報を随時お届けしてまいりますので、皆様ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてご意見ご感想などいただける場合はですね、 YouTube の概要欄のリンクまたはメタルギア公式 X にてリンクをポストしますので、そこから忌憚なきご意見をお願いいたします。たくさんの投稿お待ちしております。以上メタルギアプロダクションホットラインでした。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。コナミ